ウィスカーウッド。人海戦術でひたすら開拓して隣島の自然林を壊滅させ本当では頂上部分をがっつり削り取った我らがネッツ。本当の正面を覆う煙がサムネ撮影の邪魔だ。さあ汚染源の施設を移設するぞ。今日もキリキリ働けー。こら貴様、残業中に住居に到達不能のアラートを出すな。帰れないからって私への当てつけか？不思議な力でつまみ上げ運ばれる哀れなネズミ。悲観主義のシェードめ、運んでやったのにまだ帰れないとアラート出しとる。家の前に柵があるとかそういうオチか？仕方ない、特にいじった記憶はないけど壊して調査するか。結果、再起動したら治った。このバージョンは不具合が結構あった模様。今は改善されてるよ、多分。以上、アラート出てるけど気にしないでの報告でした。新工業区予定地で問題発生、埋め立てしたけど釣り不当が立てれず。より広い航行可能な水域が必要と出てるぜ。そんなでもこれ見る限り食堂とくっついてても平気なのになんでだろ？頑張って建設したが新視聴者壊すか？あれを壊すなんてとんでもない。ので調査のために一部撤去したら、この基礎部分の切り石が地面認定されてたのが原因でした。木の足場なら OK なのでギリ視聴者は壊さず済んだ。しかしコンベアーの設置位置が一マスずれてたミスが発覚したので、追加の盛り土工事を実施しました。さあネズミども、石を集めろー。直角に掘られた見事な土塀がこっそり掘られています。見慣れた残業地獄の頂上。このまま掘らずにデコレーションしても天守閣作れそうじゃね？見た目だけなのはなんかやだ。謎のこだわり。で集めた石で無事釣り不当ができました。よかったな。視聴者裏はこんな感じにある程度石戻せました。だが壁に釣り竿を垂らすシュールな絵になりそうなのでこうなった。羽田空港の下とかこんな感じの石の支柱がいっぱいで、ボートで釣りに行くとめっちゃシーバス釣れるらしいよ。トープ主が言ってました。さいですか。軽度の汚染も121と多いし、早めに工場移転したいねー。冬の暖房の汚染もあるしなんとかしてやりたいな。でももっと丸太欲しいのでかがり火増し増し。そしてお気づきになっただろうか、この時すでに燃料が残り5個しかないという事実に。はぁ、植林等の自然林消滅により大量解雇された木こりを学校に通わせて、ギルド分野を農業にするセミナーを開催。採取の木こりから植林して育てる木こりになれ。新工業区にもストーブ設置。燃料枯渇にレイムさんは気づいておりません。ある程度形が見えてきたので装飾デコデコ。左の方は壊せば不当が追加できるように拡張の余地は残してるぜ。終了前にカオスとなってる頂上の足場撤去。もうこれ足場組んでる本人もどうなってるかわからないやつ。職業訓練が終わり応答派の密偵の見習いさんは農家に改名されました。職業で呼ばれる彼女の本当の名を知る者はいない。手こずってる倉庫の建設が少しずつ進んできたよ。倉庫給湯同時建設、他も色々移設してるからこりゃ春までに終わるかな？天守台工事は春までじゃ無理そう。レイムさんは今日も無意味にお城建設に夢中、遊んでる間に工場移設も終わりそうだな。補給船が来たぞー。お、機械部品15個か、これをいただこう。もちろん春の徴税は支払わない気満々である。露天掘り前の倉庫に石が少ない、と思ったら鉱石でいっぱいになってただけだった。未だに倉庫のうまい使い方を習得してないのず。輸送ハブのメンバーは仕事してないっぽいし、後でちゃんとテストしてみましょ。そして先ほどの画面でお気づきになってただろうか、しれっと燃料がゼロになってます。しかし1日の生産量は33。今日消費したのは61。完全に生産が追いついていない状況であった。ネズミ相手に細けいことはいいんだよ。ひでえ。さて切り石の在庫が倉庫を圧迫してきたから、船着き場工事に使おっと。完全なる無駄遣い。マジピンチになったら取り出して密輸で売れる隠し財産。お気に入りだったけど回し車前のにゃんこ像を撤去。船着き場をきれいにしたいからここを埋め立てて。無駄にやってた干拓跡地埋め立てが終わり、今度はこっちの埋め立てが始まった。そろそろ輸送ハブと倉庫の動きをちゃんと理解せねばと、色々試して研究中。ぶっちゃけプラスマイナスと数字だけ書かれても意味わからんよな。この数字は倉庫に取り寄せたい数の数字だよ。取り寄せの設定してる時に全部搬出したら石も運ばれるのか気になってね。そしてローゼンだけ14個一気に運んでるのに、他に引きが1個ずつしか運んでない事例が発覚。あんたら今日は生魚の刑だよ。いやこの島民の主食は生魚だから刑罰にならねえよ。でこの後残業させたら FE も14個運んでるし、ほんと意味がわからんですたい。まあ運んでくれるだけよし。また残業中に自宅に帰れないアイコン出しおって、私への当てつけか？悪態をつきながらもつまみ上げて夕食は食べさせてあげる優しいレイムさん。
まあ私自身把握できていない足場で採掘させてるから、ルートが狂いやすい状況にはなってそう。つか残業で帰れないから問題はない。重労働が400ジャスト。輸送ハブが詰まってた倉庫開けてくれた成果で石もたくさん搬入できたぜ。ちまちま進んでた新興領区建設は燻製所が完成。こっちはキノコを使った魚の串焼きを作る予定のやつだな。原料のキノコをサザンクロストンネルからコンベアーで搬入するため、床の下をさらに掘って通すことにしました。高さがないから上から流せない、なら掘ればよしの考え。暇そう。そして寒そう。体を動かせ、さすれば体も温まろう。使う予定もないのに盛り土追加。そこ終わったらこっちもよろしく。アホほど掘られてる石はこうやって消費された。切り石がジャスト555個。だったので少し城壁作ってみた。在庫のゾロ目は関係ねえだろ。てかなんか微妙？可もなく不可もなくって感じかな。とりあえず胸壁が気に入らんので削除、植物や柵で装飾した方がいいかも。土台の採掘工事が終わるまでに見た目のイメージを考えとけよ。あいよ。迷子になりやすいと噂の採掘現場の様子をチェック中。もう効率良い採掘現場と言えない悲惨な惨状。私の思考も迷子なんだから仕方ないでしょ。逆ギレすな。こちらはさっき始めたサザンクロストンネルの床下にコンベアー設置の様子でございます。キノコの床は隣の搬入口に入れるだけで、燻製所前の倉庫にキノコが届く予定のやつだな。地下開発は動画映えしないから控えたいけど、床下コンベアーシステムは便利だから拡張したいかも。島内の物流網を構築するなら、がっつりこのトンネル下をコンベアーで埋め尽くすのもありかもしれんな。便利だけど資材が流れる様子も見たいし悩むね。一息ついたし迷子になる鉱山最適化だー。さっさと掘って城建設のターンに入りたいレイムが重いケツを上げる。ケツ重い言うな。へへ。こんな感じになりそうろー。階段や道が整備され、少しまともになった模様。それでもちょっと活動するだけでアラートの嵐。掘るのが早すぎて指定範囲がなくなったり、足元掘って降りられないとかかな？一応キャンプ前に床とかの対策はしてるんだけどね。掘るのも地味に悩む。翌日サザンクロストンネルのキノココンベアーの設置が完了。気温が上がってキノコの栽培が始まるのが楽しみだぜ。そして燻製所で作られた魚の串焼きは、こちらの倉庫まで自動で運ばれる予定です。だが燃料がないので燻製は作れない。これがうちのレイムさんだ。そんなで春になったけどまだ新興領区完成してないけん。倉庫の建設に手間取っております。お前ら、もっと働かんかもうやめて、重労働に飯まずに汚染、ネズミたちの HP はもうギリギリよ。賛同プラスだしまだ頑張れるよ。徴税人が来たぞー。すみません、にゃんこ様の船着き場を合成に改修工事しまして、それが負担になり何もお渡しできるものがないのです。むちゃくちゃな言い訳をして徴税9622を踏み倒す。これが悪徳領主レイムさんのやり方。さて徴税人は放置して、新興領区を豪華に飾りましょ。倉庫も完成してやっとこっちに移転できるぜ。汚染問題もこれで少しは減ってくれるかな？徴税人がお帰りになるぞー。冬の物資の無料譲渡、あったーす。次回に追加徴税されるけど、約8200ほど得できたよ。こうして今日もレイムは悪い顔をしながら、黄金を磨くのであった。雪解けとともに、新興領区、お披露目だー。それなりに考えて設計されてるけどうまく稼働してくれるかな？ミスってたらこっそり直すよ。おい。春になって移民船も来たぞー。現場ネズミを一匹撃中。荷物多く持てる屈強がいるのにダメな荒野党レイムさんは長時間プレイで脳が溶けてます。徴税が高くなる、補給船は帰れー。冬の物資は代金を払わず、春になると有無を言わさず追い返すゲスの極み。有効度がゼロでさらにマイナスになるとどうなるかも気になってたのでね。なお冬にもらって余ってる機械は海賊に渡してます。海賊並みに悪どい、これがうちのレイムさんだ。密輸業者さん、もっと石乗せれません？もうやめて、密輸業者さんの船が沈んじゃう。切り石はまだ倉庫いっぱいあるよ。コンベアーに徴税線が突き刺さってた方の船着き場の埋め立てが終わったぞー。非翼度を回復させるためにまずは石の除去からだ。で埋め立てを他でもやらないと、こちら用に採掘した石で倉庫が詰まるので、視聴者横の埋め立てをよろしく。純度 100% の無駄作業。さあ明日は新興領区への移転作業をするよ。つけっぱなしの暖房の影響もあるが、汚染がどれだけ軽減されるか楽しみだぜ。あ、ネズミの服がボロボロ。ま、いいか。見て見ぬふりかよ。はい、こっちの職場は停止するから、今日からは新興領区へ行ってねー。汚染に強い特戦隊メンバー、移動開始だ。
燻製職人の吉田さん、よろしく頼むよ。とはいえ燃料ねえから多くは作れなそうだ。そして工業区移転の結果、171から48まで汚染が減少しました。移転大成功だぜ。徴税人が来たぞー。前回の不足分もあるので要求通りの出荷でフィニッシュ。近地金使えば余裕で払えるけどそこはケチるしせんど。設計図はまだ出ない感じか。そろそろ諦めて自分で研究した方がいいかもしれんな。秘宝、物流のテストしてたら6が壊れてた。おい。でも2日飛んだだけなのでほぼ変化なし。で全ての倉庫のチェックもしました。地味に時間かかるやつ。全ての施設の輸送先もチェックして、格納先を外して最寄りの倉庫へ入れるように変更しました。生産量にどう影響するかな？ついでに足場も最適かなお、レイムさんが勝手に最適と言ってるだけで、本当に最適であるかと問われれば嘘だ。こんな感じになりそうろ。店主代としてはこんなもんで良さそうに見える、白建設の基礎工事も終わりが見えてきたぜ。この露天掘りの場所、実はこの倉庫をいっぱい入れようと考えておりました。だが残念、この後来るアップデで大型倉庫追加で頓挫だ。そんなおら密輸業者、根性見せろ、もっと石持ってきなさいよ。こら倉庫に入りきらないからって押し付けるなよ、密輸業者も困るだろ。てなわけで切石が倉庫を圧迫しているので、植林島の隣の島まで切石を使い道を敷いてみました。ここは鉱物資源が豊富だな。浅瀬部分も盛り土で埋め立て、気が向いたら植林するかも。現在丸太の在庫が不足気味、希望でかくするならもっと植林が必要そうだ。でこの頃前にお話しした先行配信者がティアさんの市政事務所使えてたずる問題を知りました。のでこっからはティアさん開放まで制作は2つまでにするぞー。うちのレイムさんは割とどうでもいいところにこだわるタイプ。現在丸太が足りない、切り株の回収で丸太を増やすぞ。なおこの時は植林ではこの政策は発動してなく無駄。この後アップデで植林でも機能するように変わった。もう一つは背中でモテを採用。運搬量が2増える普通に便利なやつ。政策が減れば賛同が余る。わかってるな、お前たちいい。残業やりたい放題プランに加入できるね。やったね。徴税人が来たので地金ちゃん9本を放出して要求を上回る出荷で納税。金地金余ってるから最大にしても楽勝なのにそれは拒むうちの視線度。補給物資は機械と燃料でいいか。また設計図はなし。これだけ待ってダメだったんだ。もう待ちきれん。博士、研究を再開せよ。博士と助手のセットを配置。ついに研究ティア1を開放する時が来たか。研究が完了すると全ての住民の希望生活水準が星半分増えるのがちょっと嫌なんだよな。まあなるようになるさ。そして録画できてなかった物流見直しの結果、島内の生産量は大幅にアップした模様。詳細を見比べたいネズミマスターは、一時停止でご確認くださいませ。目下の問題は燃料不足、とんがり島で伐採した木を炭焼きするぞ。実は石炭が370あるので、古いわけの塔で燃料変換できるが気づいてないだけの図。なんと、3匹月中。この移民船で住民の数が160に到達。階層表示したら結構埋め立てミスってる場所があることが判明。上から見ると道で隠れてた。ので剥がして埋めまーす。そのままでもいい気もするけど、今丸太ないから足場分の返却が嬉しい。根本的な丸太不足解消のために植林地を拡張。コメント欄で教えてもらった感じだと、10マスくらいでもかなり育てられるらしいぜ。まあこれ撮影したの10日以上前のことなんで反映されるのはいつになるやら。おい。てなわけで燃料確保だ。とんがり島炭焼き班、お前たちにこの島の未来はかかっているぞ。心して励め。こうしてガチ燃料確保作戦が開始。島民もどんどん増やす予定だ。無理やりでも増築するぞー。元々の家の下に増築はなんか斬新だな。階段も使えるけど今回はエレベーターも導入。石切港の目の前、通勤が楽になるぜ。ではそんな感じで、建てまし。正面からは見えないが住める人数が結構増えた。ティア1研究、4日ぐらいかかりそう。応答派の助手、密かに作業の足を引っ張っております。本日の燃料生産は78で消費は6、燃料の増産に成功だー。実は燻製作りをこっそりやめさせただけ、ネズミは燻製の喜びを失った。黙っとけばれないよ。おい。はい、採掘現場移動しまーす。次の作業場の指示に従ってください。掘り進めるたびに行われるキャンプ地移動、これ地味に大変だよな。この加工スライドを折り返す工法にもっと早く気づいてれば、工夫次第で簡単に工事できてたと思うよ。後の祭り。
さあ準備できたぞ。今日も一日労働だ。ご安全に。今日もきつい重労働がネズミたちにのしかかる。最近増えた移民はギルド分野がミスマッチでも受け入れをして、先生の教育で農家にしてます。期待水準が上がっちまうのがネック。ほい密輸業者さん、石をどうぞ。もう切り石だけで金に困らん。でも補給物資は買わず節税してます。ほんとお前ドケチだよな。新年になり1771年になった。今なら設計作るかもしれない。うおー、ガチャを回せー。しまった。最近おとなしくしてたから油断してた。誰かそいつを止めろおー。来い、ウルトラレア。なんかすごい設計図ー。へぐー？こらガチャ廃人が。しかも結局設計図出てねえし、しゃあねえ鉄と機械にするぞ。燻製はなくなったけど参道はなんとか保ててるね。人口増加で食料がちと心配だったが、食べてる量に対して魚の生産量の方が多いから平気かな？ネズミなんぞ生魚食わせて石を掘らせておけばいいのだ。うちの悪徳領主はほんとネズミに厳しいぜ。それほどでも、褒めてねえよ。農家の食料訓練の終わった君たちには、この干拓した不毛の地の石拾いをしてもらいます。希望に満ち溢れ移民したら、強制的に石拾いさせられる哀れなネズミ。文句言うならもうカフェで食事させないよ。ひでえ？嘘嘘食堂に建て替えるだけだよ。倉庫飯のやつガン無視してたのにやっと増築する気になったのな。ついでなので釣り埠頭も綺麗に建て直し。工事中はご不便おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。そんなわけで今日は倉庫飯が100匹超えました。擦り切れた服で泣くネズミも。自前の毛皮があるじゃろ。食堂の再建設のために既存の食堂も撤去しまーす。マッハパンチのジョーの兄貴の食堂も移転か。ジョーの兄貴は足が速いから朝一番にやらないと食材仕入れに行っちゃうからね。左右対称に並べたいけどギリ収まらず。停止してる燻製所の下を整備しないとだ。掘削工事も必要そうなので先に食堂を、建てまし。一気に食堂倍増だぜ。この部分が不当建設の邪魔してたのかな？出っ張り部分を掘削だ。結構気に入ってた、メイン通りを解体中。新しい食堂は2階にあるから階段とか必要、新しい姿に生まれ変わるのだ。釣り埠頭増築に伴い水浴び場も全撤去済み、今後はシャワーを使うのでこちらにポンプを設置。現在シャワー1軒のみ、168匹で仲良く使おう。食堂1軒目完成、ジョーの兄貴が復帰。今日の食事をマッハで集める。埠頭を建てたくて削ったけど、そういやこうなるんだった。現バージョンだと一度島と繋がった場所はどうやっても海に戻せない。盛り土もミスると終わり。でも釣り埠頭は建てたい場所に設置できたので OK。以上、そもそも掘る意味なかった件でした。糸悲し。この悲しみは石拾いネズミにでもぶつけるか。こら、そのうちお前がネズミに石ぶつけられるぞ。こわなどと食堂建設に夢中になってたら、採掘現場が偉いことになってた模様。迷路のように掘られた地形で迷子多発。兄貴食堂一軒の生魚メインで以外にも賛同プラス。ネズミ、意外とタフである。博士の研究が意外と時間かかってるので制作は背中で持てからひらめきの瞬間に変更。頑張れ博士、追加の研究ポイントでさっさと研究終わらせちまおうぜ。徴税人の船が来てたので、船がぶつからない位置をマーキング。船が刺さると見た目台無しだもんな。船着き場部分の埋め立てはほぼ終わったので、今度はとんがり島方面を埋めるよ。とんがり島自体はほぼ開発する意味なしだけど、その隣は平坦だし色々使える見込みあり。先を見越した埋め立て作業。徴税来たけど敗楽勝。取りすぎた魚とかを押し付ける感じの納税になってきた。お城建設で出た石を捨てるための、埋め立ての準備をこちらでも開始。倉庫ができたらコンベア繋いで埋め立て始める感じ。ぐぬぬぬ、50% の設計図が出ない。諦めろ。食堂が完成して賛同回復。燃料も在庫増えたし燻製も再開だぜ。では食堂を増築して賛同を得られたところで出勤するネッツたちを見ながら今回はここまで。新興ヨーク創業おめでとうと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。嬉しいです。心躍らせ入植したのに強制的に石拾いをさせられるネッツ。この無限石拾いをネズミたちは耐えることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。